はい、お世話になっております野良です。今回ついに山手線の駅に進出します。といっても今日来ているのは山手線の中でも人気家賃相場ともに最弱を争う街大塚です。ただ最弱といっても池袋の隣で、ほぼ池袋を生活圏にできるっていう好立地ですけれども、大塚といえば激安風俗の街っていうイメージを持っている人も多い通り、ピンク系のお店に足を引っ張られている街とも言えますね。その辺も含めて大塚という街を見ていきましょう。まず南口を出たところですけれども、駅ビルのアトレビーが入ってますね。ここにはユニクロ、ロフト、スタバ、成城石井といったおなじみのお店から、書店とか飲食店とかアパレルといった多数のお店が入っていて、大塚で一番の大きな商業施設ですね。では街の方へも繰り出しましょう。大塚は北口と南口に分かれてますけれども、ピンク系のお店が集結しているのは北口側なので、住むとしたらこちらの南口側の方が個人的にはおすすめですね。そして駅前広場を抜けるところに都電荒川線の線路が通っています。そう、この街中を走る路面電車の姿も大塚のシンボルと言えますね。都電荒川線は箕輪橋から早稲田間の、30の停留所を運行している東京に残る唯一の都電ですね。山手線では大塚が唯一の接続駅となっています。都電荒川線は明治時代から約100年の歴史があって、2017年4月からは東京桜トラムという愛称で親しまれています。都電荒川線のホームは JR のすぐ隣にありますね。改札口もないので、普通に入れるんですけれども、電車内で料金を払うシステムになっています。こうして見ると小さくて可愛い車両なんですけれども、いつ見ても結構人乗ってるんで小さいせいでなかなかゆっくり座れなさそうな気配が見ていてありますね。こうブラブラと揺られながら都電に乗って街巡りするのも楽しそうですよね。そしたら場面戻りまして、駅前広場を抜けるとサンモール商店街に続きます。ここは主に飲食店が集まっているエリアですね。商店街といっても一本道が通っているわけではなくて、この辺のエリア全体を総称してサンモール商店街というようです。で、特徴としてはチェーンではない地元の飲食店が多いっていうのと、あと多国籍な料理屋が非常に多いですね。インド料理とかタイ料理とか韓国料理とか、あとネパール、ベトナム、フィリピンっていったもう本当に多様な国のご飯が楽しめます。大塚はどんどんアジア化が進んでいて、もう第二の新大久保になりそうですね。外国人の間でも今までは飲食店とかビジネスを始めるならまず新大久保を狙っていたところ、最近では新大久保はもう飽和状態で、これからは大塚の時代が来るみたいになっているそうです。で、100メートルほど歩いたところにはスーパー島田屋があります。大塚は一人暮らしが多い町なので、スーパーは全体的に小型店が多いですね。で、その隣にはイスラム教のスーパーも並んでいます。大塚の南口にはマシジド大塚というモスク、つまりイスラム教徒が礼拝を行う場所があるので、大塚はムスリムが多いのが特徴ですね。そしてサンモール商店街の途中には天祖神社という鎌倉時代末期に作られた歴史ある神社があります。こう商店街のワイワイした雰囲気の中、いきなり厳かで静かな感じになりますよね。この日は天気も良くて絵的に非常に清々しい空気が伝わるかと思います。古い時代から地元を守る存在、総鎮守っていうものですかね、として慕われている場所だそうですね。では商店街に戻りますが、この辺で大塚のアクセス情報について見てみます。やっぱり強みとしては池袋まで3分っていうか、徒歩圏内なんで、ほぼ池袋を生活圏内にできるということですね。池袋までは約2キロ、サンシャインまでは約1キロくらいです。池袋はご存知の通り、もう何でもある巨大なターミナル駅なんで、ぶっちゃけ大塚に不足していようが池袋に行けば何でも足りるよねっていう環境です。で、大塚自体も山手線の駅なんで、主要駅へのアクセスは言うことはありません。ただ冒頭にも言いましたけれども、最強路線である山手線の中でも池袋から上野の間にある駅が不人気エリアっていう風に言われていて、この間の駅で住みたい街ランキング2020の100位以内に入った駅はゼロなんですよね。そのおかげで、この区間の駅は大塚含めて山手線の中では家賃が低めになっているっていう一面もあるんですけれども、
この辺の駅も今後動画で紹介する予定なので、なぜいまいち人気が出ないのかっていうのは改めて探っていきたいと思います。で、大塚が不人気な理由については北口側にあるんで、後ほど見に行きます。そしてサンモール商店街を横に抜けると大通りが走っています。この通りを南、つまり上の方に向かっていくと徒歩10分かからないくらいで東京メトロ丸の内線の新大塚駅に着きます。つまり大塚の南口側に住めば丸の内線の新大塚も使えるようになるので便利ですよね。丸の内線も使えれば東京駅も15分ですし、大手町と銀座も1本で行けるようになります。ただ新大塚駅のあたりまで南下すると豊島区から文京区になるんで、家賃相場が少し上がってくるかと思います。こうして見ると大塚も駅周辺は大きなビルとか建物が多くて十分都心っぽさを感じますよね。大塚っていうとどこか時代に取り残された感というか、バスへ感漂うようなイメージを持たれがちですけど、実際歩いてみると駅前は道も広いし、いい感じの街並みではないでしょうか。そして南口出て左へ進んだところにはひょうたん島という目立つ建物があります。こちらは大塚の顔の一つとされる施設で、1階部分にパチンコとかパチスロが入っていて、2階がバッティングセンターになっているっていう珍しい組み合わせの施設です。都会らしい街並みがどうのって言ってたところにいきなり昭和の世界観ぶっ込まれたような感じですね。そしたら今度は大塚の大塚らしさが咲き乱れる北口側の方へ移動してみましょう。駅前はこんな感じで、何やらアーティスティックなモニュメントがある広場にどんどんどんと宿泊施設のホテルが建っていて、高層マンションなんかも見えます。そして駅横には BA05 と書かれたオフィスビルが建っています。この大塚にはところどころにこの BA00 っていった数字が入った建物が建っていて不思議な感じがするんですけど、これは大塚の再開発を手掛けている山口不動産という会社の所有するビルについている番号、というかブランドですね。居心地のいい場を提供するっていうコンセプトで、再開発プロジェクト名の Being an Association ともかけて BA というナンバーがついているそうです。ちなみに現在だと、BA01 から07まであるそうですね。そしてその先にはドン・キホーテの小型店であるピカソがあります。食品とかお菓子類、酒類、衣類、雑貨、家電と何でも揃っているので便利ですね。そしてここから斜め方向に伸びている商店街があるんですけれども、このエリアに大塚の代名詞でもある激安ピンが20軒くらい集結してます。もちろん都内でも最大級ですね。もう商店街の入り口っていうか、ほぼ駅の目と鼻の先から堂々とあったりするんですよね。ちょっとこういうピンク系のワードに YouTube が厳しいのもあって、あんまり直接的なワードを使って話せないんですけど、男性にとっては大塚といえばこういう激安のお店の聖地みたいなイメージありますよね。聖地っていうより魔境なんですけどね。花びら2回転とか3回転とかあちこちで回転しまくってるわけですけれども、料金が安すぎて逆に怖すぎるっていうか、まるで闇鍋に突っ込むような恐ろしさを感じたり感じなかったり、中にはあいたたたな人を集めたネタみたいな店舗もあって、闇っていうか深淵というか、ちょっと大塚のピンクの話は話したいこと山ほどあるんですけど、とてもこのチャンネルでは話せないのと、YouTube も厳しいのもあってここでは控えておきます。こういう水商売系のお店を除けばラーメン屋を中心に一人飯しやすいような飲食店とかずらずらと並んでいて、飲食店街として通いやすいようなエリアではあるんですけどね。ひとまずこんな感じで街の商店街にあまたの風俗店とかラブホが堂々と並んでるっていうので、これが住む場所としての大塚の価値を大きく下に足引っ張ってる感じではありますね。逆に言えばそのせいもあって大塚の家賃相場は山手線の街の中でもまだ安い方になっています。もし住むのであれば北口の商店街付近は水商売系のキャッチもいたりするんで、南口の方が落ち着いている印象ですね。あと新大塚駅も使えるんで、その点でも南口の方がいいかなって思います。本来大塚の属する豊島区は待機児童ゼロを達成していたりとか、小学校などの教育環境が整ってるんでファミリー層の人気も高いんですけどね。いかんせん大塚はこういうお店が多いせいでファミリー人気はなさそうです。そしたら一度北口前に戻りまして、今度は正面方向に歩いてみます。
目の前には右から R&B ホテル、オモファイブ東京大塚、カプセルイン大塚と3つのホテルが立ち並んでますね。歩いてると感じますが、大塚はホテルがめちゃくちゃ多いです。ラブホじゃない方の健全なホテルですね。2018年には星野リゾート、2019年にはアパホテルも大塚に進出しています。なんでこんなホテルが多いかって、やっぱり大塚は観光需要とかインバウンド需要があるみたいですね。池袋や巣鴨といった観光地から一駅っていう立地なのに、家賃や物価は比較的安くて、あと街に外国人とか多国籍な料理屋も多いっていうカルチャー性もあって、お客さんを集めやすいようです。そして駅前を抜けた通りにはオモファイブ東京大塚っていう、こちらは星野リゾートが展開する都市観光ホテルが建っています。星野リゾートが大塚に行ってて、にわかには信じられない印象ではありますよね。ビジネスホテルの利用客の約6割は観光目的で利用してるっていうことで、ホテルも観光客向けの作りになっていて、部屋のデザインが洒落てたりとか、あと大塚の街をガイドしてくれるオモレンジャーっていうサービスもあるそうですね。それだけ大塚っていう街がディープってことですよね。1階はおしゃれなレストランになってますね。そしてこのオモファイブの先に大塚グルメで最も有名で、オモファイブのプロモーションにも登場しているボンゴっていう老舗の超人気なおにぎり屋さんがあります。新潟産コシヒカリおにぎりボンゴ。お昼は絶対ここで食べたかったんですけど、ご覧の通り平日の昼時過ぎを狙ったのに異常なほど並んでいて、とてもじゃないけど無理でしたね。調べたところ、ボンゴは握らないおにぎりっていうのが特徴らしくて、通常のおにぎりのように握ってはいなくて、軽くまとめて海苔で包み込んでいるっていう状態になっているっていうおにぎりらしくて、この握らないっていうのが美味しさの秘密らしいんですよね。全然わかんねえよ。もうほんと食いてえ。ということでボンゴ諦めたんですけど、このままではとても帰れないんで、駅前のカプセルイン大塚のサウナに行ってきました。ここサウナーの間では結構人気があるサウナで、別に広いわけでも洒落てるわけでもないんですけど、実家のような安心感があるというか、サウナと水風呂の温度感もちょうどよくて、それに90分1000円で入れるんで、気分転換にサクッと言われて便利なんですよね。ちなみに僕も温泉サウナ好きなんですけど、都内で今のところ一番お気に入りなのは高井戸にある美しの湯っていうスパですね。はい、どうでもいいですね。はい、という感じで今回は大塚の街並みを見てみました。歩いてみると結構独特な街っていうか、まず街中を都電が走っているっていう絵面だけでも希少な風景ですし、バスエ感の漂う一角もあれば、星野リゾートが建つような華やかな一角もあって、面白い街ですね。住むとしてならどうかって話ですけど、単身者なら全然ありじゃないですかね。僕も過去に池袋に住もうかと思ってた時期があって、その時に不動産屋さんから大塚エリアの物件も紹介されたりしたんですけど、やっぱり大塚まで来ると家賃安くなるんで、そんな風に池袋目当てで大塚に住むっていうのもやっぱりありかなって思いますね。ただ女性だったり家族住まいだとどうしてもピンク系の店の存在がネックになると思いますけど、そういう人は南口の方の新大塚より文京区寄りの物件を探してみるとまた印象変わってくるのかなって思いますね。という感じですかね。もし動画をご覧の方で実際に大塚に住んだ経験のある方は、ぜひ実際の住み心地などコメントしてくれると嬉しいです。ではまた次の街をレポートしていきたいと思います。ではでは。